ローマ観光、正直舐めてました。地下鉄は激混み、スリも多い、しかも物価は想像以上に高い。普通に回ると1日じゃ全然足りません。実際、間違った順番で動くと数時間無駄になります。でも、この順番に回れば、たった1日でここまで攻略ができます。初ローマの人は特に最後まで見てください。それでは本編スタートです。こんにちは、前世猫男です。私は今イタリア首都ローマにおります。ということで本日はですね、このローマを一日巡っていきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。ただいまの時刻ですね、8時10分になります。意外と街がね汚いんですよね。スリやね、ひったくりやら多いです。なのでそれに気をつけながら、旅をしていきたいなと思います。はい、朝のテルミニ駅でございます。割とごちゃごちゃしてる感じ。ちなみにですね、警官の方も結構うろうろしてます。防犯のためにですねいるんだと思いますが、心強いですね。ここから地下に行ってですね、メトロに乗っていきたいと思います。ちなみにですね、先ほどローマパス48時間を、アクティベートしました。事前に購入しといたんですが、ローマ48時間のパスを使うと、どこでも行けるという、そんなパスになってます。あとですね、3日間の72時間のもあります。でそれ以外に観光地がですね、2日間48時間のやつだと1箇所無料、72時間のだと2箇所無料っていう感じです。なんか ローマらしいね。はい、ここでねチケットを普通に買えるんですが、買わずにいる感じですね。よし、じゃあね、 QR をどこにかざすんだ？よし、here。 グラッツェ。焦ったね。どうやったらこれに落書きができるんだろうね。どういうことなんだろう。やばいだろう。電車1本乗んのにこれかい。さあ、奴らはいっぱいいるからな。ずっとたちがいるからな。やばいだろこのぎゅうぎゅうなの。すげえな。やば。どうやって乗るんや。メトロ強制的に閉まりました。今まさかの乗ろうとしたらね、もう強制的に閉まった。勝手に発車していきました。なんか東京の山手線とか総武線みたい、ずっと同じだ。乗ろう。ローマの初めての地下鉄体験しました。いや、やばいねあれ。本当に東京の山手線とか総武線みたいな感じでぎゅうぎゅう。そしてね、もう時間になったらもう勝手にねドアを閉めるっていう感じで。ちなみにですね、イタリアも多分喫煙はどこでもできるっぽいですね。だから地面見ると吸い殻が結構落ちてるんですよね。珍しく日本円書いてある。188円。やばいね。今多分177円だから10円プラスされてますね。はい、こちらでございます。一番有名な場所でもあるトレビの泉です。ただいまの時刻ですね、8時45分。まだね余裕ある。やっぱりまだまだね余裕がある感じでいいですね。こういう感じですね。ちなみにこの下にいっぱいコインが落ちてるんですが、こちらはですね、年間で約140から150万ユーロ投げ入れられてて、日本円でいくと約2億2000万円から4000万円の間で、1日約3000ユーロ48万円ぐらいぶち込まれてるやつです。
今ちょうど掃除してますね。コインの回収してます。あんな感じでコインの回収をされてるみたいです。吸ってるって感じですね。ある意味貴重だな、今見れるの。で、集められたコインは定期的にこうやって回収されて、ほとんどはローマ市のカトリック系の団体のところでですね、支援されるっていうのはすごく素敵な感じです。ただ今入れないのかな、これね。誰も投げ入れしてないから今ダメな時間帯なのかもしれない。ちなみにですね、1回投げ入れると、またローマに帰ってこれるよっていうやつで、2回投げ入れると愛する人と永遠に結ばれる、または新しい恋が見つかる、3枚入れると恋人や配偶者と別れることができる、または永遠の都ローマで結婚できるという説もあるらしい。3枚目に関してはだいぶ内容が違いますね。で、一応ですね、この泉を背に向けて右手にコインを持ち左肩越しで投げると、いわゆる、バックスローみたいな感じですね。背面スロー、荒木端がよくしそうな感じのスローイングをすれば大丈夫です。トレビの泉からチャンネル登録よろしくお願いします。年内1000人目指します。なんかもっとめっちゃくちゃ人いるかなと思ったけど、この感じだと正直私は嬉しい。これぐらい少ない方が助かる。ちょっと増えてきたからね。やっぱり8時ぐらいがベスト。ちなみに多分7時台に来るとほぼここ人いないです。それにしてもね、何度も私多分言ってしまうと思うんですけども、よくこんなのをね人間が作れたなと思います。ちなみにですね、今女性の頭の向こうには、水飲み場みたいなのがあって、そこから出てくる水が飲めるそうです。ただね、今は入れない。もしかしたらね、この清掃が終わったら入れるのかもしれない。ちなみにここの治安はですね、結構この警察官によって守られてます。ただ勤務中でも全然タバコ吸ってる警官の方もいらっしゃいます。この自由さがイタリアらしい感じ。この辺はちょっとなんかおしゃれチックなとこなんでしょうか。素敵。そしてね、もう分かっちゃいましたかね。この国旗、こちらはスペインの国旗ですね。ということで、ちょっと今順番前後してるんですが、多分ヤシの木が立ってるあちらがスペイン広場になります。本来であればこっちのスペイン広場からトレビの泉に行くのがルート的にはすごく効率がいいんですが、人が多くなった後にねトレビの泉を見るのはちょっと微妙かなと個人的に思って先にあっちに行きました。そしてこちらがスペイン広場になります。ということでですね、このスペイン広場はやっぱり映画のローマの休日でも有名で、この丘の上からですね、絶景を見れるというような感じです。ただですね、私の中でですね、ここのイメージとしてはやはりミッションインポッシブルですね。トム・クルーズがここをフィアットで爆走してたあれを思い出します。ちなみにこの場所なんですが、以前はねローマの休日のようにアイスクリームを食べ座りっていう感じができたんですが、今現在はですね、ルール法が改正されてそれぞれやると罰金になります。わあ、すごいね。なんだろう、あのポーズ。ご覧ください。こんな風景が広がってます。いやー、素敵。ちょっとね、階段はねしんどいけど、これは見る価値すごくあります。素晴らしい。ちなみにもしトレビの泉人多くてもいいよっていう人はですね、ここにですねスパグナっていう、地下鉄があります。ここで降りるとここからスペイン広場を経てトレビの泉まで行けます。
上からこうやって見る景色も素敵。いいね。この茶色がいいです。やってきたのはピンチョの丘です。で、今ね Google マップ通りに、この場所に来たんですが、ピンチョの丘っていうのは多分この全体のこと言うんですね。知らなかった。だから街を一望したいならあっちですね。ピンチョの丘からの景色はこんな感じです。すごいね、素敵。ただね、スペイン広場の上から見てる方が見やすいかもしれないですね。いや、待って、このピンチョの丘結構いいかも。こっからの景色が一番綺麗ですね。これはいいかも。さっきの場所よりも全然いいです。はい、撤回します。ピンチョの丘結構最高です。面白いのがですね、こういう売店で植物単体も売ってるんですが、種も売ってます。日本よりも分かりやすい画像がデカデカと貼ってあります。さあ、続いてやってきたのはリナセセントローマトリニティという、ここはねちょっと一風変わった風景が見えるデパートということで、それをちょっと見たくて今開店待ちです。さあ10時になったから開くぞ。このマダムたちと一緒に中入ろっかな。もう10時なんですが、ゆっくりのんびり開いてますね。ということで、このデパートの魅力はこちらでございます。ご覧ください。この箱型のような形のレイアウトがまたとても素敵ね。自撮りしたくなるような、そんな素敵な作りになっています。一番私最上階にいるんですけども、ここからが一番撮りやすいと思います。自撮りするとなるとこういう感じですかね。ギリギリ。さあ、ちょっと次の目的地行く前にもう一度ここに来ました。10時15分現在の風景です。やっぱり増えたね。はい、ご覧ください。正面のところがもうギチギチになってきましたね。こんな感じ。やっぱり8時台に行くのが一番ベストです。ちなみに完璧に掃除されてますね。全部回収済み。どうやら今は中に入れないようですね。規制がされていて、なんで入れないかどうかはねちょっと分かんないんですけども、みんなだから周りにめちゃくちゃいるっていう感じです。めっちゃくちゃ並んでる。ここが有名なのかな、このカフェってところ。入場規制かけてるね。すごいな。ここのお店はですね、ティラミスで有名なところで、美味しいらしいです。ただね、朝ごはん食べてないのでいきなりスイーツは大変なのでやめときます。ということで、このおしゃれな建物の中になんと我々日本を代表するユニクロがあります。おしゃれなところに一等地ですよね、ほぼにあります。開いてんのかな。ちょっとだけ中見ていきましょうか。開いてるね。こんなおしゃれな方々も入るのね。すごいね。じゃあ入っていきましょう。ユニクロをざっと見てきました。日本のだいたい 1.5 倍から2倍の価格でした。ということで今度はですね、こちらのザラに行きたいと思います。ここもね有名な作りをしているので、
それを見ていきたいと思います。ザラローマの建物ですね、こんな感じでございます。中吹き抜けのね、円形ではないね、正方形でもないけど四角形な感じです。こっちの角度の方がいいかもしれないですね。こんな感じでございます。素敵。はい、ということでやってきたのはこちらですね。オールアンティコビナロっていうところですね。サンドイッチで有名なところです。どうやら2つ店があるっぽい。こっちとあっちで。はい、店内はこんな感じです。目の前で調理してくれる感じです。メニューはね、ずらーっとありますが、外に QR コードがあるので、あれを読み込めば分かります。こんな感じです。ね、こんな感じでメニューが分かるので、これを見れば大丈夫です。一応保存しとこうか。すごい。今スライスしてくれてるね。多分あれを入れてくれるはず。ガセ。よいしょ。さあ買ってきました。やっぱりでかいっすね。めちゃくちゃ。ラダンテっていうやつを買いました。8ユーロです。じゃあ早速食べてきます。おー、すげえ。あれ、そうか。パンがでかっ。パンね、よいしょ。くっそでっか。 iPhone17 Pro が多分2台ぐらいですね。断面もすごい。食べていきます。じゃあ今日の初食事いただきます。うまっ。うまい。落ち着かんな。車ばっかあるし。メニューもし読めなかったら画像を見せれば全然注文できますのでご安心ください。逆にね、言葉だけで無理やり伝えようとすると変なね注文通っちゃうかもしれない。ご注意ください。ということでごちそうさまでした。フォカッチャのやつとパンのやつ2つあるんですが、私が頼んだパンのやつはもう致死量並みのパンの量なので、絶対あれ2人で分けてください。フォカッチャの方が若干多分小さめです。腹いっぱい。いや腹いっぱいすぎ。この後パスタ食べようと思ったんで、もう今日一日いらん気がします。そして目の前に見えてきたのがこちらも有名なところですね。まず手前がですね、ロトンダ広場の噴水です。そして奥に見えるのがパンテオンです。はい、こんな感じでございます。昼間になってめちゃくちゃ増えてますね。泉はこんな感じ。もうね、すごいね。中国人、韓国人の人結構多いです。これ日本人皆無ですね。さすが今ユーロ直近1年最高値を更新してるだけあって、ちなみにこれパンテオンに入る入場の列ですかね。すっごい並んでる。ちなみにここはね、お金がかかります。確かね、1000円ぐらいかな。チケットをね、ここで買う感じですね。で、これが入場待ちの人らずらーっとうわーっといます。こういう裏路地もほんと素敵。ベネチアのお店。ここはちゃんとした革の店ですね。女性ものだね。かわいい。にゃんちゃんにゃんちゃん。続いてやってきたのはナボーナ広場です。素敵な。またここも噴水。目の前の噴水がフォンターナ・デ・クワトロ・フィウミっていうやつですね。日本語だと
なんて読むんだこれは。シタイガの噴水わかんねえ。ごめんなさい、漢字が弱いからわからん。そして奥の建物がサンタンニエゼインアゴーネです。ナボーナの広場、ベルニーに咲く、さっきの感じだ。はい、噴水ですが、中央に鎮座、ローマで最も美しい広場の一つ。大道芸や画家が集い、陽気な雰囲気に満ちていますということです。確かに今そこにですね、大道芸の方いらっしゃいます。ナボーナ広場からチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ中ちょっと入っていきます。やってきたのはですね、カンポデフィオーリ広場です。こんな感じですね。今日は花屋さんだったり、こんな感じのジュース販売、服が販売されてたりとします。今日はあれみたいですね。出た。イタリアだからカプチーノ用のやつとかね、エスプレッソ用のやつ。すっごいコーヒーのあれがいっぱいある。すごい。んで T シャツ。うわ、これはダメだろう。こんな感じで雑貨系もね売ってます。こんなん観光客買ってどうすんの。なんであんななんか野菜を研ぐやつ欲しいのみんな。おもろすぎだろ。主だってこういう調味料とかお酒とかチーズとかそういうものが売ってます。これは全部お酒っぽいです。そしてここが色とりどりの野菜とフルーツ。美食の街ですな。ということでこのねロシオーリっていうところに入りました。コールドブリュー5ユーロです。いただきます。まさかのこんな感じで出てくるとは思わなかった。ほぼこれ多分あれだね、エスプレッソな感じ。よし、いただきます。美味しい。さあカフェでゆっくりしてきました。ということで次の目的地がですねこちらでございます。こちらがですねトレアルジェンティーナ広場でございます。こちらはですね、歴史的広場でもあるんですけども、ローマ市にあるですね古代史の舞台と猫の楽園が共存する世界でも珍しいスポットになります。歴史としてはですねこちらの広場中心にある4つの神殿、今はもう崩れてしまってますが、そこでですね当時ローマの英雄だったユリウス・カエサルが暗殺された現場として有名な場所でもあります。ただですねこちらは現在猫の聖地ともなっております。ここにいたキジトラさんがいましたね。イタリアもキジトラはいるみたいですね。
It's Moscato, sweet grape, sparkling and sweet. Okay. Thank you. ということで、スパークリングの多分ワインが来ましたね。はい。ということでですね、今、店の様子を取ろうとしたんですが、来ました。ちなみに値段わかんないです。メニューはインスタにあるって言ってたけど、値段載ってないです。うわー、イタリアで初ワイン。いただきます。あー。うわ、すっげえ甘いこれ。お酒っていうぐらい甘い。いや、びっくりするぐらい甘い。ただこれ多分度数強いんだろうな、絶対。後から来そうな雰囲気。ちなみにお店はこちらでございます。ミスター100ティラミスっていう店です。店内もあるし、ここの外席もあります。ということで目の前の兄ちゃんから雑に受け取ったのがこのクラシックのティラミス。美味しそうだね。じゃあいただきます。なんで普通にスプーンが2つあるんだろう。いただきます。うん。There's loads on there. Like, うまい。 just have a scan over and choose something. チョコレートのあれが乗ってるねこれ。はい、これがチョコレートですね。ただね、怖いのがね、会計の後にね、いくら来るのかがね、怖いですね。値段どっちも載ってないから。どうしよう、めちゃくちゃ取られたら。はい、完食しました。ごちそうさまです。さあ、今から恐怖の会計行ってきます。厨房はこんな感じで。すごい。おしゃれだね。はい、食べてきました。ごちそうさまです。ということでですね、実は海外、国内もそうなんですが、値段を見ずに買い物をしたいという願望が昔からありまして、このタイミングで叶いました。さあ皆さん、問題です。ティラミスとスパークリングワインいくらだったと思いますか？はい、正解は13ユーロでした。思ったより安かった気がする。はい、日本円で2304円です。まあワインとティラミスだったら、普通に日本でありそうな値段です。ちなみに値段以上に美味しかった気がします。特にね、ワインが本当にね、苦手な人でも飲みやすい、すごい甘口ので美味しかったです。さあ行くぞ。It's Moscato, sweet grape, sparkling and sweet. Okay. Thank you. ということで、スパークリングの多分ワインが来ましたね。イタリア、ローマで飲んだワインが忘れられなくて、ずっと探し回ってて、なんとなくこれだろうっていうので見つけてきたのがこちら。モスカートダスティです。おそらく店員さんはこれを言っていたはずなので買ってみました。実際飲んでみます。じゃあ飲んでみます。いただきます。多分これだ。ようやく見つかりました。おそらくこれです。イタリアで飲んだの。ぜひ皆さん買って飲んでみてください。そういえばですね、私まだローマパス買ってるのに1回しか電車乗ってないです。もったいなさすぎる。てか初日の工程ってそんな乗らなかったんだっていうぐらい乗ってないです。近くに来たらこんな感じです。嫌な階段だねこれ。すっごい階段。こちらがですね、アラコエリの階段っていうところです。これ階段に続くところにアラコエリの
仮想型共同住宅遺跡があるそうです。酒飲んだ後に登るとこじゃないよねこれ。だってもうほぼ垂直じゃん。マジか。登るか。目的地からそれるっぽいんで帰ります多分ねこれのねこっち側のあれで十分だな。これもなんか微妙に登りにくいけどまだマシ。でもこの傾斜もきついな。よく見たらなんでそこに布ないのっていう感じだね。なんで肩にかけてて大事なとこにないんだい。なんだこれ。何なんだろう。Onori con la bandiera del Scozia.ってことでここがカンピドーリョの丘でございます。今ちょうどねあれやってるからあんまり撮れないけど楽しげな音楽だね。国歌だけど。そしてですねこのカンピドーリョの丘はミケランジェロが設計した美しい広場です。丘の上からは古代ローマ中心地でもあったフォロー・ロマーノの壮大な遺跡群が一望できますということで、どこなんだろう。その遺跡群はどこなんだろう。こっちの方面でいいのかはたまたあっちなのか分かりません。これってグラディエーターに出てきたやつだ。あれここにもあるんだ。なんかお偉いさんがいっぱいいるのかな。ここ見えますかね。なんかダンディーなおじさんがいました。有名な人なのかな分からんけど。そしてこっちですね。さっき言ってたのごめんなさい。遺跡群はうわこれだ。これが一望できるんですね。これは最高すぎる。全貌はこんな感じですね。すごいね。この古代遺跡を歩いていくと次の目的地に行けるそうですが、もうすでに美しい。さすがですね本当に。さあ目の前に見えてきたのは、ローマ観光といえばの定番のコロッセオです。崩壊しちゃってる部分があるので全貌ではないですが、めちゃくちゃでかいね。こちらがコンスタンティヌスの凱旋門です。ここもですね入れないんですけどもこういう感じで見れます。でこれを日陰にしてこの辺全員座ってます。なんか休憩場所みたいになってますね。コロッセオについてはですね私も詳しくは調べてません。ただですね、映画の元にですね簡単にお話しすると、コロッセオはですね、いわゆる貴族たちの娯楽のための闘技場っていう感じです。詳しくはですねよかったらですねラッセル・クロウが出ている、グラディエーターを見てもらえれば分かります。あまり気持ちいいところかって言われるとそうでもないので、なので今回ですね、このコロッセオに関しては私は入りません。やっぱりねあんまりねなんかそういう過去を知ってるので嫌だなという感じです。ただ外から一回ね見ておきたいなと思ったので見てます。ちなみにミッションインポッシブルのですね最新作の1個前がですねトム・クルーズこの辺、暴走してましたね車で。その場所はどっちになるんだろうな。この辺なのかまたねあっちの方なのかちょっと分かんないですけども、このコロッセオ周りを走ってました。あと私の大好きなですねジェームズ・ボンドのスペクターでもですねこのコロッセオ近くをアストンマーチンで走ってました。
映画自体は両方とも大好きです。視聴者さんによればですね、コロッセオの中に猫がいるらしいんですが、さすがに周りにはねこんだけ人がいるのでいない感じです。みんな入るんだこれ。こんだけの人が入るとなるとなんかぐっちゃぐちゃな気がしますね。一通り終わったので一旦ちょっとホテル帰りたいと思います。確かに駅降りてすぐこのビューはなかなかないですよね。でも私は個人的にはあんまり入りたくないなっていう感じです。ただ皆さんはね、もしローマに来たら入ってみたらどうでしょうか。マジで誰がこれ落書きしてんだろうね。走ってる最中は無理だから、止まってる間からすごい落書きしてる。マック来てみました。ドリンクこれか、マックカフェ。いろいろあんねん。違う反応悪いな。こっちか。ドリップコーヒー。アイスコーヒーないの？ホット。ないった、アイスがない。カルチャーショックすぎ。アイスコーヒーないの？マックさん、イタリアだからってさ、ホットばっかやめてよ。絶対マックならアイスコーヒー買えると思ったのに。ショック。宿で少し休憩してまた外出てきました。今からですね、初めてローマでバスを乗りたいと思います。ただ電車じゃね行けないようなところだったので、バスを乗り継いで行きたいと思います。今ここで乗り換えのバスを待ってます。115に乗り換えます。64から115。さあバスを乗り継いで約40分ぐらいかけてここまで来ました。こちらがですね、ジャニコロっていう場所になります。こちらですね、いろんな丘がこのローマにあるんですけども、おそらく最も綺麗に夕日が見えるところになります。ちなみにですね、今日の日の入りが6時36分。あと8分で日の入りです。見て、今ももう十分素敵すぎる。ここは本当に夕方来るのおすすめします。こんな風景が見れます。ちょっとじゃあズームしましょうか。こんな感じです。なんかここにも泉がある。立派だね。すごいね。素敵です。ニコロから下ってきて約20分ぐらいです。なんかこんな感じのレストラン街に出てきました。素敵だね。素敵でございます。またね、ジプシーたちが、演奏してますね。こういうのは大好き。またちょっと5分ぐらい歩いたらこんな感じ。この辺はねレストラン街みたいですね。もうすでに賑わってる。7時前なのにみんな早いね。花金だからかな。到着しました。このカルロメンタっていうとこだけど、レッツはどういう感じ？ just one person? Yes. よかった、普通に入るな。
ということでメニューはこんな感じです。ここはですねパスタもピザもめちゃくちゃ安いところになります。まあねこのローマの中ではかなり安い方です。はい、入店して10分後にようやくオーダーができました。イタリアね店員が多いんだけどオーダーはね全くね取りに来ないっていうので、まあね文化の違いかもしれないんですけど、日本と全然違う。本当に日本が人手不足って言ってね、一つのお店をね 2,3 人で切り盛りしてる中で、こちらはね8人ぐらいいるのに全く来ないっていう。特にティラミスの店もねティラミス作ってる人が2人ぐらいしかいないんだが、ということでレモンスプリッツ開けました。レモンだからこの色か。じゃあいただきます。あれこんなんだっけ俺頼んだの。俺パン頼んだんだっけ。ハムにしときゃよかったね。まあいいや、トマト野菜だし。はい、ということでブルスケットでトマトになりました。なんか注文したら早いんだな。どういう仕組みかな。じゃあね初めてのレモンスプリッツいただきます。結構強いねこれ。度数高いわ。さっきのスパークリングの方が優しい。じゃあねこれをいただきたいと思うんですが、これってじゃあこれはやっぱりあれかな、この切るべきなのかな、これ切るべきなのかな、お手手じゃダメなのかな。いやこれパンが負けてるな。パンじゃこのナイフがね負けそう。いいかな手でいただいて。手でいただきましょうかね。じゃあいただきます。ガーリックパンでうまい。なんかピザはねこうやらないといけないんですけど、パンはね微妙なんですね。ちなみにここは本当ねローマの中でも、パスタとピザが10ユーロ以下で食べれるすごいお値打ちな店っていうので人気です。ということでカルボナーラ来ました。なんか想像してたカルボナーラとちょっと違う気がするな。なんかチーズ運ばれてきたわ、あそこに。いただきます。いただきます。じゃあ初ローマでカルボナーラ。ただベーコンが乗ってるとは思わなかった。いただきます。めちゃくちゃ濃厚。うわね、なんでイタリアでパンをねよくいるかって言われる理由がねこの味にもう入ってますね。日本だったらこんなに濃い味にしないけど、イタリアはもうこれでもかっていうぐらいしっかりと味付けをするっていうね。美味しい。美味しいけどすっごいカロリーなんだろうなって思っちゃう。ちなみにね、イタリアのルールとしてはパスタは噛み切らないようにっていう感じですね。これはもうご法度らしいです。でしかもスプーンを使わないから結構ね難易度はね高めです。はい、食べてきました。ごちそうさまです。ということで全部の合計が 18.5 ユーロです。日本円でいうと3272円です。でここはちゃっかりですね。サービス料も 1.5 ユーロ取ってきてます。ということでテルミニ駅に到着しました。でねまさかのねさっきご飯食べたところの近くのね停留所から乗ったんですけども、目の前でスリが起きてました。まさかの出入り口付近にいたねご夫婦のどっちかの方が多分なんかすられたのか、犯人がね逃げた後すぐね気づいてね取りに行ってました。みんなもなんか多分スリだねみたいな感じで言ってて、いや目の前で見ることになるとは思わなかったです。改めてねちょっと私も気をつけたいと思います。はい、ということでローマ1日を
今日巡っていきました。朝はですね、8時からスタートし、今現在がですね、もう9時ということで、約12時間活動してました。今日はですね、無料のスポットばかりを巡っていった感じになるんですが、非常にね、魅力的な場所がたくさんありました。映画の中で見たワンシーンがあったりですとか、はたまたですね、バラエティ番組で見てたあの風景をリアルで見たりですとか、本当にね、いやー、刺激の多い一日でした。ぜひね、皆さん、この工程は無理なくですね、動ける感じになっています。ちょっとですね、今日徒歩がだいぶ多かったんですけども、なんと、24,800だ。だいぶ歩きすぎですね。よかったらですね、ぜひローマ観光の際に参考にしていただければと思います。どこもですね、費用かからずに見えるところばっかり入っていったので、ちょっとね、無料で1日観光したいなっていう人には多分この動画うってつけだと思います。ということでご視聴ありがとうございました。この動画良かったよという方は高評価ボタンポチッと、そしてですね、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。年内チャンネル登録者1000人目指しています。ぜひ応援よろしくお願いします。ということで、また次の旅でお会いしましょう。バイバイ。